こんにちは、神戸元町ルービストロの宇野と言います。今日はリヨンのメールレアっていうお店で学びましたマッコーバンブランっていうお料理をやらせていただきます。まずこのサバですけども、これだいたい700サイズで、水のその煮こごりをちょっとジュレにしてかけてましたので、だいたい水の目安っていうのを、あまり水が多すぎると煮こごらないので、だいたいこのサバが700なんで 700cc の水っていうのからを目安でちょっと始めさせていただきます。また後々説明しますので、まずサバをこうさばきます。もうフランスではこれ丸ごと煮たり内臓取って煮たりしとったんですけど、毎回なんですか固まるが違うので、水の割りと骨の煮出す時間をですね割り出してみましたんで、それでだいたいこれちょっとなんか割ってね、さばくのはもう普通にさばいて、でちょっとこれで水洗い、エラは捨てますね。頭は残すんですね。頭は残します。なんか水洗いの時ってポイントってあるんですか？ポイント、血合いだけねしっかり取ってもらったら大丈夫だと思います。はい。でこれ今水洗いしてきましたんでね、それではさばいていきますので。さばきまして、あとこう切り目入れて、これはまあ半分にね、ちょっとさっきさばいたんで、ちょっと一緒にも塩をね、この骨もこれ目方測りましたんで、これ骨も含めてのだいたい 5% の塩ですねを巻いて、これね 2,3 時間ちょっと。これはどういうお塩を使ったらいいとかってのあるんですか？これは一応僕はこれ今フランスのゲランドのねグロッセルっていうちょっとミネラルが強い塩をね使ってるんですけど、家庭とかでやる場合は普通の粗塩でも大丈夫ですね。はい。でこの時点でちょっとここで塩して、でもうこの後一切塩しないのでね、ここで塩しっかり入れときたいと思ってますんで。これ水が最初これ 700g あったら 700cc、 これ2尾分なので 1.4 リッターですね、約ね。でそれをそこからちょっと始めて、でこの野菜を大体カットして飾り包丁入れてもいいですけども、玉ねぎと同じぐらいに火入るぐらいですね。それで今ここ湯がきました。これは水で湯がいた？はい、水で湯がきました。はい、でここへこのさっきの塩漬けにしたサバの柄とですね、これは塩を一回落とす？そうですね、塩を落としまして、でコリアンダーのパウダー、フェンネルパウダーで
長寿を入れて、でもうこれで弱火でだいたいそうですね、まあ20分ぐらいですかね。これ野菜を湯がいてる時に、はい、お湯が蒸発してくると思うんですけど、はい、その量とかはそうですね、ちょっと今 1.4 ほんでそれ 1.4 に戻しましたんでね、一旦、はい、足してまた 1.4 に戻す。そうですね、はい、すみません、1.4 に戻しまして、でそれでちょっと今煮出してます。ちなみにさっきの塩を落とすっていうのは、はい、あれですか、一回水で洗うんですか、それとも。そうですね、水で洗ってですね、一回水で洗って塩を落とすんですね。はい、はい、で 2,3 時間入れて、もうこれまま塩はしませんのでね、さっきのサバも、でそれをこれをこうリードペーパーで裏ごしして、でそれでそこでサバを完全に火入れてしまいますので、まあ、あとこの残りの液体がまた後であれしますけど、こう裏ごしした液体に対しての 5% の白ワインビネガー、それを入れて沸かして、そこで火入れますんでね。一応これ20分、そしたらちょっと沸かしておきます。はい、これ、まあ、20分炊きましたんで、これを裏ごししますね。でちょっと液体の量を測ってきますんでね。それではこれ裏ごしで沸いた中に 5% のお酢を入れて、これ沸いたところに入れるというのには何か理由があるんですか？そうですね、この一回ちょっと酢のちょっとぐっとくる香りちょっと一回飛ばしてるんですけどね、匂いを。それともう次の工程にすぐ入りたいのでね、これ沸いたら次サバをね水洗いして、これ皮を下にしてね、完全に火入れてしまってね、中途半端に入れると身割れしますんでね、こう沸いた状態の方がいいですね。バーッとちょっと蓋しましょうか。青もんは中途半端に余熱とかで火入れると身割れしますんでね、完全に入れてしまった方がいいですね。これで野菜を入れますね。でこれ野菜入れて沸いたら OK ですよね。これで一応 OK です。これで冷やしていきますんでね、粗熱取れたらちょっと皮の部分がそこにひっつきやすくなりますんでね、ちょっとまあそこだけお湯かなんかでちょっと軽く温めるか、ちょっと火に軽くかけて、それからやったら皮がきれいにそこから取れますんでね。これでちょっと冷やして、それではサバを盛り付けさせていただきます。しっかり火を入れとかないとですね、ここで身割れして取るときにね、ちょっと困るので、これね、この中骨とこの腹骨一緒に取りますから。結構ね、この奥の方まで骨があるので、ギリギリまで取ってもらってね。よいしょ。まあ切ってもらってもいいですけど、まあ今日はもう一つ丸ごとね。この煮こごるんでね、こうかけてもらって。
レモンとライムを添えるんですけども、ギュッと結構絞ってもらっても全然酸味がね中和してすごく香りもいいので、ちょっと多めにねかけてもらったらいいと思いますね。これで出来上がりました。では、サバのなんていうお料理でしたっけ？サバの白ワイン風味のマコーバンブランっていう。はい。じゃあいただいていきたいと思います。はいはい、これ最初からレモンとかライムかけそうですね。た方がいいですか？レモンとライムもたっぷり。バーってかけてしまっていいですか？じゃあこちらの方でもうぐっとレモンとライム一緒にかけちゃって大丈夫なんですか？それでちょっとかけて、それで味見してもらって、まず最初2つかけてはい、ではいただきます。はい、骨とか取っていただいてるんで食べやすいですね。はい、じゃあいただきます。はい、すごい美味しいですね。ああ、美味しいですか。何かさっぱりしていて、でなんかこのレモンとライムの今かけたところっていうのもすごく本当にもう酸味と、はい、あとサバの美味しさが混ざっていて、なんですかね、本当サバそのものを食べてる、はい、感じですね。はい、もう全部かけてもらっても大丈夫なぐらいですね。そんな酸っぱくない感じですね。そうですね。はい。今だから人参がまた美味しいですね。はい。このサバの出汁というか、はい、それが染みていて、はい、これ一緒に食べると本当にね、はい、いくらでも食べられそうな感じですね。なかなかね、油を使ってない、はい、フランス料理っていうの珍しいんでね。このまた出汁がいいですね。なんか少しとろっとしてて、はい、これもう少し経つと煮こごりになるんですよね。そうですね。ゼラチン質で、はい。家で本当にある材料でそうですね。できるので、はい、これは本当に覚えておくと、はい、使いやすいというか、こんな美味しいものが家でできたら非常に嬉しいと思うので、はい、ぜひお試しください。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。今日の動画が良かったと思った方は、いいねボタンと登録よろしくお願いします。